スペック高すぎやろ。これがメンダコとかいうやつ？そのままなら気づかんかったのになんで自ら正体ばらすんや。さすが悪魔。これほんまどんな気持ちのスイッチでできてるんやろ。人間にこんな能力ないから憧れるわ。怖すぎて草。色だけじゃなくてテクスチャも変えられるのすごすぎるわ。ファンタジーの生き物やん。これもう地球外知的生命体だろ。いや、タコは地球におる生き物やから地球外生命体ではないで。タコの寿命を遺伝子改造して長くしたらどんな成長するんやろな。知性ありそう。ワイらも同じように進化できる可能性ある？メタルギアソリッド4で見た。ずっと擬態してたら天敵にも気づかれなさそうやけどそういうわけにもいかんのかな。怖すぎ。将来人間の次に支配するのはタコってどっかで見たな。でっか。途中で乾燥してた日にそう。キーモい。よくこんなの食おうと思ったな。うまそうやん。砂浜堪能してて草。リトルマーメイドに出てくる魔女タコみたい。バケモンみたいや。タコは意外と早く歩く。脳機能を分散するとか結構賢い構造してるよな。めちゃくちゃ可愛いな。想像の2分の3倍くらい警戒やったわ。タコ最初に捕獲して食ったやつ強すぎへん？これが本当のタコ殴りってか。餌取られたくないだけでは？仲良くしようや。そらワールドカップの優勝国予想するくらいには知能あるからな。当たっても外れても食われるやん。真面目にやらんかい。母校。体罰はいかんでしょ。バカは殴ってしつけるのが一番楽だからな。魚とかタコに比べたら異次元のアホやろし。殴って上下関係叩き込むんや。暴力はいかん。タコはめっちゃ頭いい。液晶かよ。ぶっちゃけ仕組みとしてはほぼ同じ。液晶だよ。イカのおかげで画面の技術が格段に上がったから正解やな。全く同じこと思った。天然の液晶だなすごい。宇宙人の慣れの果てらしいけど。本当にかっこいいけど水族館にはいなさそう。可愛い宇宙人だな。すげえ、これって電気的に色素をコントロールしてるのかな。自衛隊の迷彩服にも作れそう。小さい宇宙人だと思う。もし透明人間になれたとしてもこの程度なんだろうな。カメラ目線でポーズまでしてる。人類滅亡後の次の地球の支配者はイカ。こんなヤバい生き物ほんまに食ってええんか。強そう。人類を絶滅にまで追い込みそう。タコ、心臓一個持っていかれたか。足一つ一つに脳あるのかよ。ほえ、足に脳があるんか。つまりタコは食う時にも痛いよってなるってことか。タコの寿命が長ければ文明が生まれるらしいからな。嘘だよ。こりゃタコ宇宙人ありえるな。なんか脳内メーカーみたいだな。脳が9個で喧嘩しないのかな。神経節じゃなくて個別に機能する脳なの？脳が複数個ある場合ってその脳ごとに意識も分かれてるものなの？脳が一つにまとまってたら強敵だったろうな。考える足である。フューチャーイズワイルドではイカが覇権握ってたな。これとかどう見積もっても20年は生きとるやろ。大王ホウズキイカか？こいつら数年でこのサイズになるから、何食ってどう成長してるのか謎らしい。体でかくなるペースがそいつは早いんや。あとまずい。イカじゃねえかよ。たく。イカの見分け方教えてやるよ。イカ耳っつってな、三角型の頭があるんだよ。それがあったらイカだ。覚えときな。坊主。逆に言えば突然変異で長生きするようになったらやばいんちゃう。突然変異で長生きするようになる個体って難しいんだよね。犬も馬も金魚もあんだけ品種いじってんのに寿命伸びんから。閲覧注意、ワンクッション、集合体恐怖症の方はご注意ください。ボエ。よく見たら相当グロテスクやな。そりゃ海の悪魔言われますわ。じゃあ、2枚目どこの部分やねんキモいわ。孵化直前の卵や。知能高そうだよな。なのになぜタコツボとかいう古典的罠に引っかかるのか。怖い。火星人やん。タコとイカって足しか食べてもらえなくて気の毒だよな。イイダコとかスルメイカは全身食われてるやろ。自分の人生全部予知してそう。懐かしい絵柄。これ手書きするとかやべえわ。もうちょいグロくてもいいのに愛らしいフォルムしとる。タコが人間様に反落してきたらどうなるんや。タコって陸上生物だったら絶対食用されてないわ。エビもやな。陸におったら足8本のナメクジみたいなもんか、コアだ。陸生の軟体動物やと一応ナメクジやカタツムリがおるけどカタツムリは割と食べられてるな。もしイカタコが陸生だったとしても寄生虫の影響で生殖は無理やろな。人かすさグロ、
バラバラしたい。最初はちょっとした遊びでやっただけやのにマスゴミが相当迷惑やったんやろな。ラビオくん、マスゴミ売った。多品だろ。美味しいのがあかんな。滋養食やし食感も最高や。海産物は汚くない理論なんやろな。沼にいたら食ってないと思うわ。母なる海やからな。タコも猫耳をつける時代か。川よ。ご主人様。萌え萌えキュン。キャワは。中国のたこ焼きが豪快すぎと話題に。ああ、間違いなくたこ焼きだわ。これは評価したい。たこ焼きって上手に作るのは技術もいるし面倒だからな。そりゃ中国人が作ったらこうなるわ。たこ焼きの良さである食いやすさが失われてるじゃねえか。大味すぎる。自由な発想という意味で評価できる、小学校の図工ならよかったな。中国だからこんなのを想像してたが。これ一度食べたい。タコをケチらないでいいじゃん。中国で広まったらタコ絶滅するじゃん。大阪だったら小さいタコ1匹から1000個くらいたこ焼き作りそう。また間違った食文化が浸透してしまうのか。タコ、ガチのマジでヤバすぎる。想像以上にヤバかった。あんな風に泳ぐんだ。カメレオンとかユザコ。これどうやって進んでるの？ロートって呼ばれる部分から水を吹き出してジェットみたいにして進んでる。泳ぎ方が生物として完成されてる感ある。これはデビルフィッシュ。これ逃げ回ってる方は何？神さん。FF の飛空艇感がある。これもうエイリアンだろ。お前らよくこんなの食えるな。むしろ筋肉うまそうじゃん。サメかけるタコのシャークトパスさんも忘れるな。タコ足だから地上もちょっとだけ歩けるんだぞ。すごい。かわいい。敵は、半分クジラで残り半分が狼のホエールウルフ。アホやん。なんでもありか。懐くタコさん。遊んでる。かわいい。賢いな。二足歩行始まってた。わろた。全力疾走やんけ。ここはどこ？陸上？陸上をこの速さで走ってたら怖すぎて泣く。ストカッサー。食いづらい。タコはおでんが好きや、天ぷらや唐揚げも好きや。タコってなんであんなに旨味強いんや。タコ食べたくなってきた。スーパーで生きタコ買って炊くのみしろ。かわよー。E.T. やっぱりタコはエイリアンだった。正体がバレてしまったようだな。ちなみに目玉より少し大きい隙間があれば通り抜けられる忍者。すごいよ。タコ高イカの遺伝子配列は地球上ではなんたらかんたら。よってタコは地球外生命体。それを刺身にして食ってる日本人って一体。脳のスペックに対して寿命があまりに短すぎてその機能を活かしきれず人間に例えると幼児レベルで老衰死という脳の無駄遣い。嘘だと言ってよ。ふい？強い。軟体類が人類の主義の覇者だと昔テレビで見たわ。瓶の蓋も開けられるしこいつが次世代取るで。イカタコは平気で人間を襲うから怖いわ。猫、タコゲット。うわぁ。タコの反撃？前が見えない猫はタコ食べちゃダメなんやで。タコの足って1本切ると2本生えてくるんだよな。何度も切れてるとどんどん増えていく。奇名。ギリシャ神話に出てくるヒュドラも首を1本切ると2本生えてきて手に負えなくなるというらしいがタコあたりからの発想かもね。カウンターの寿司屋で目の前のイケスからタコを出して足を切って戻してたのを思い出した。タコとイカは発想が地球の神のそれではない。31歳？猫なのに同い年。31歳の猫は人間で言えば141歳って完全にそれミュータントじゃん。これが悟りを開いた表情か。この人間臭い表情は絶対に猫股とかしておる。うちの猫もここまで長生きしたらすごいな。どんなペットでも30年以上は素晴らしい。これだけ長い間一緒にいられる家族も幸せよね。ほら。かわいい。怒られても、食べたいなーんとしたなめずり。自制心の効いた猫だこと。よほど陽化の猫ちゃんだにゃ。なんてかわいいなん。あ、つい。猫語に。ほんまかわいい。かわいすぎる。もうやばい。ほら。顔が、叱られた時の顔がかわいそうだよ。あれは、酷やわー。こらって言われるよりちょっと前にビクッとしてる。猫のこれは何なんだろうね。急に驚く猫なんかも一瞬早いんだよね。怒られてる顔はもはや、人。猫なりに自分と戦ってんな。ラストやばい。トランプさん。ボリス・ジョンソンかもしれん。カツラ。おなが。
画伯って感じ。色は違うけど漂うガルマ、ザビ感。緑の面をかぶった猫。生まれて初めての冬だからなんや最近寒いな。マフラーはやそ。って感じなんかな。冬毛とはいえ少し前までとはえらい違い。ライオンみたいだ。サラッサラの縦髪やで。これはもう振りたい。気苦労多くて白髪になったか。白猫に変身中か。可愛いよな。癒しだわ救助隊員の笑顔。この顔草生えるわ。これ隊員は猫好きだね。隊員完全に猫吉だわ。こういう時に猫と会話できればいいのになぁと思う。なんで猫は降りられないところまで登るんだろうな。野生の本能を失ってんの？登るのは得意なんだけど降りるのが苦手の猫っているわ。鼻に猫の模様がある猫が発見される。かわいい。想像よりも猫に見えた。しかも立体感のある模様。想像以上に猫だった。かわいい。猫の顔の輪郭かと思ったら想像以上に猫全体像で笑った。これは、うおー、かわいい。誰だよ、落書きしたやつ。にゃー言ってるぞ。黒猫ヤマトがゲットして飼ってマスコットキャラとして働かせるべき。グーカワ。ミケヤン。あくびからすぐ丸くなるのほんとグカワや。ねんねしとったんか。居心地良さそう。外は寒いからね、仕方ないね。どうやって入るんよ。猫すやすやで草。暖かいんやろな。お呼びでない。威力業務妨害でにゃいほ。新聞読んでると妨害してくるようなもんだ。俺が責任者なら頭を抱えて寝込むな。随分立派な体格の虎吉だな。悪い子。恨まないのがルール。これたまにいるだろ。流すとこまでやるなら褒めて使わす。それ覚えさせると、腹減った時の腹いせで水流しっぱなしにするのが出てくるらしい。猫ちゃんのために毎日せっせと便器をきれいにしておかないとかわいそうなことになるよな。トイレを汚すより砂トイレのが掃除も楽だろ。逆に不衛生な感じがするな。猫の尻を高圧洗浄で洗えば完璧。超映える。普通の香箱じゃないの。思いのほかメーテルしてた。黒猫かわいいの。黒猫は気が強いから人に懐かないんだっけ。黒くて輪郭わからないから四角に見えるねんな。足が長い子なのかな？かわいいなぁ。ああそうか、ちゃんと割ともっちりした猫なのになんでこんな四角に。と思ってたけど足が長いとありえるか。猫ってこんなに四角だったっけ？猫って丸くなるだけじゃなかったんやな。各フォームに変形にゃ。こんな形にもなるんだ。